Hello，大家，100天后分手的我和他第3集，佑马和树的纪录片一开拍就遇到了不少的冲突和争执，但是两个人在经过沟通之后，也决定重新调整心态，好好的完成纪录片，完成他们共同的目标。不过就在这个时候，佑马居然向树提出了我们能不能重新来过？究竟怎么一回事？我们继续来看看。もう一回やり直せないかな。哎呦，どう？哎，树犹豫了，哦，被打断，可惜。資料ですか？ちょっと待ってください。すみません、遅れてなかったみたいです。あ、すぐ再送します。树这一副陷入沉思的样子。あ、いえいえ。許せないなら許さなくていい。悪い、久保田さん。覚えてるよな、前バーで紹介した。何今の？許せないなら許さなくてもいいみたいな。今日誘いが終わった後そういう話になったんだよ。いい言葉だよな。マイクロアグレッションって言葉あるだろ。小さな偏見。ゲイなら女性の気持ちわかるでしょみたいなさ。許せるなら許してもいいだろう。大したことねえなと思ったら許すこともある。嗯哼。树他真的相对于一些事情比较无所谓，但是佑马就是比较认真，比较想要去计较吼。俺がこれ作るの失敗してまずくなったとするだろ。そんで落ち込んでる俺にお前が誰にだって失敗はあるとか言って慰めてくるわけ。それは優しいよな。じゃあ俺は美味しくできたと思って満足してるのにお前が自分の舌に合わないからって失敗したって決めつけて優しいと思うか？是啊，所以不要去替别人定义什么是好，什么是坏，什么是成功，什么是失败，什么该原谅，什么不该原谅哈。春日さんは協力的で結構自然な姿も撮れてるんですけど、どっちかって言えば五木さんの方が自然な感じしますけど。今日なんてカメラ回ってるのにずっとゲームしてたじゃん。哎，其实我发现这个摄影师跳痛归跳痛，常常都会从另外一个角度看事情吼，是导演看不太到的事情。直美ちゃん生まれたんだ。どうした？で乾燥かけてから寝たんだけどびちゃびちゃ。いや俺今日密着着ていく服ねえわ。あれ、俺の着る？お前の着んのか。なんでそんな嫌なんだよ。对呀、以前交往的时候没有穿过彼此的衣服吗？長谷川さん今日いつもと雰囲気違いますね。あ今日のお洋服もとても似合いですね。哎，果然导演的品味跟佑马比较相近，佑马的衣服他就觉得好看。ゆうまくんサークルの子たち紹介していい？你们赶快跟上去拍摄啊！長谷川さんは大学ではああいうサークルは入ってなかったんですか？俺大学行ってないです。俺も大学行ってないっす。でも君はあの子たちと年齢変わらないでしょ。树居然跟摄影师聊起来了。若いのに偉いね。俺は働いてないのに。働けばいいじゃないですか。哦，这两个人电波对上了哦。ゲームの中で働きまくってるから。砕けすぎってこと。長谷川さんは差別で職を失ったこともあるの。それなのに働けばいいとか無職とかそういうこと簡単に言っていいことじゃないでしょって。导演的考量没有错，但是这其实不是树的考量。树其实没那么在乎这一些，你不要替他觉得被歧视。刚才聊到的话题，ファンアートとかもあるんですよ。こういうのとか。あと、こういうのとかも。森直美って覚えてます？前任者の。あ、もちろんです。もしかして。はい。おめでとうございます。お祝いを兼ねて一緒に会いに行けないかなって。这个应该要一起跟树讲吧。これ俺のじゃないです。そう。这群粉丝就忙着磕 CP，好像也不是很在乎树的感受哦。但是外人好像也没办法真的进入树的内心世界了。ドキュメンタリーのために上手に嘘ついてくれって頼んだの。俺たちの肩にはあの子たちの人生が乗っかってる。そうしたいとかしたくないとかじゃなくて、あの子たちが将来俺たちと同じ年齢になった時に今よりももっと優しい世界が広がっててほしい。そうやってずっと他人のために生きていくつもり？俺は嫌だな。我其实看这一段有一点无地自容，因为其实我以前也有跟佑马一样的想法，现在看好像真的有点自以为是哈，在那边代表别人，想要为他们创造更好的世界。
だから私は違いも大事にする連帯を作りたいと思ってマージナルウィメンを立ち上げました。そうですね。彼女みたいな女性すごく憧れますね。そうですね。直美さんも憧れの先輩ですね。その彼女の強さとかこう柔らかさとか優しさとかそういうの全部憧れですかね。这是导演的影片日记，把平常有感而发就这样录下来讲一讲。まあ2人の春日さんと長谷川さんの本当を届けたいですかね。导演其实有自己盲点哦，他所谓的真实其实是他认为的真实，也是他们两个摆拍出来的。これでお仲間に出会えるってわけだ。まあそうですね。どっちから？没想到树跟他们公司导演也这么快打成一片。気になるなら社長さんもやってくればいい。俺女好きだからな。でもやっちゃったりして。那老板又犯了很多我们认为跟同志讲话的时候不应该讲的一些关键词、一些大忌吼。但是树是真的不在乎。どうぞ上がってください。やりましょう。お邪魔します。ご主人テレビ局の AD なんでしょ。産休も育休もフルに使ってゆっくり休んでよ。その分しおちゃんが働くから。よだれかけ買ってきました。わあ、ありがとう。ね。上手です。壊すなよ。怖いこと言うなってだから。直美ちゃんとこ残んなよ。え？久しぶりに女同士で話したいこともあるでしょ。ね、直美ちゃん。うちの山田君と一緒に飲み行ってくんない？1万円カンパします。おお。車は僕が運んどくから。我感觉这社長就是一个观念比较传统的，想要做一个传统意义上的好老板啦。但是他可能观念比较没有跟上時代。いい仕事してるんだね。はい。直美さんの分まで頑張るんで安心して休んでてください。哦，直美さん？尚美还好吗？听到小孩哭，感觉有一点。ちゃんが2人分頑張ったら私もういらないね。私が休んでる間に世界が私の居場所を奪っていく気がする。みんなが休めっていうたび狭い箱に押し込められたような気分になる。所以社長講的那些話，尚美也只是裝作不在意，她自己對於自己所面臨的女性困境，還是根本沒有那麼的不在意。行かなくて大丈夫ですか？私ね。10歲啊，這個時候先關心一下她吧。しほちゃんの仕事失敗しろって思ってたんだ。会ってすぐ髪切ったこと言われたでしょ。切りたくて切ったわけじゃない。ロングをケアする余裕がないだけなのにってずっとイライラしてた。頼むから私の目の前から消えてくれって。どうすればいいかな。尚美可是志穗心目中的女性典範啊。结果尚美在她面前这个样子，你看这个构圖，她好像看到自己未来自己也会继续框在这个女性的困境里面，所以这构圖把她框住了。俺もディレクターになりたいんで、予算削減で AD 権利やらされてる感じで。ゲイのくせに分不相な夢と思われるかもしれないけどさ、欲しいものは欲しいし。俺はいらねえかな。自分優先だし、その日暮らしだし、ゲイだし。別にゲイだからって子供を幸せにできないなんてことはないだろ。ハードルは上がんだろどうせ。それは上げる方が悪い。そんなことでゲイが子供を持つ権利を阻害されるのはおかしい。権利じゃなくて覚悟の話をしてんだよ。お前は覚悟の話をしてるつもりでも周りは権利の話にすり替えるんだから。そういうのいい加減理解してくれよ。树可能真的就是过一天算一天的那种观念，没有去想那么宏大的。だから喧嘩しないでください。俺のせいで2人が仲違いして撮影が進まないみたいなことになったら俺耐えらんないっすよ。真的是直白的让人很想笑哦。山田君ってさ、一人暮らし今夜止めて。这么突然，不要吧。哇哦，
这短短的24分钟，资讯量挺大的哈。在这一集之前，我们可能真的比较多是站在右马的角度在看事情，所以自然而然会带入右马的情绪，觉得哇，我们在做这个纪录片是一件很热血的事情，我们在试着改变这个世界，我们想要创造对同志族群更友善的环境，我们要让这个社会变得更好。然而这一集更多的看到了树的视角、树的观念，慢慢也让我们理解了这个在镜头前面表现得这么不积极，然后讲话一直在泼人冷水的人到底是怎么一回事了。其实他可能因为他的原生家庭影响吧，出生在一个没那么幸福的家庭，就让他觉得生活过一天算一天罢了，能够谈恋爱，能够好好的工作，好好的吃东西，好好的有一个地方住，对他来说就好了。他没有那么在乎水族箱里面的鱼到底死了没，没有那么在乎幼马所在乎的那些广大的宏大的社会议题，他只想要把自己眼前的生活过好。只是如果社会议题刚好触碰到他的生活，那他还是会有所思考、有所反应的。比如这一集啊，幼马跟他公司同事讲到说，有一些情况如果觉得自己被冒犯了，不用原谅也没关系。但是树就提出说，你怎么确定别人会在乎这件事？你确定你对别人讲这一句话就是善良的吗？就像这一集里面那位纪录片公司的社长和摄影师对阿树讲了很多我们一般来讲觉得可能对同志族群来说会冒犯的话，可是其实他就不在意，他可能也感受到他们也没什么恶意，就是大家顺顺的和和气气的聊天聊下去就挺好，反而是智穗在一旁替他们穷紧张。是的，各位觉醒青年，我们总是觉得我们用更高的眼光在看这个社会上每天在琐碎的日常生活里面所发生的现象，然而其实这个社会上更多人还是像阿树一样，真的没那么在乎这些细节，有的时候还真是不用站那么高替他们委屈呀。可是你说我们所做的这些努力真的就没有用吗？其实社会上会有阿树这种人，也会有尚美这样子的人，确实在结构的困境里面自己没有办法把自己拯救出来。所以呀，对于幼马刚才说的，他觉得自己在做的事情是在替以后的孩子创造一个更好的社会。我那个当下说，觉得他好像有点自以为是，但是我现在调整一下说法，确实不一定每个人都需要他来开创更好的世界，但是他所做的努力还是可以帮到一些人的。我想更理想的社会样态，可能还是让每个人都可以自由选择的社会吧。像尚美一样的人，可以自由的选择摆脱困境，在困境里的人可以自由的发生，而像阿树这样子的人，也不需要被更高的道德总是绑架着，好像自己就必须要去扮演被害者，去怨恨一些人。这一集真的很过瘾呢，好多的观念碰撞的越来越激烈了。下一集似乎还有更刺激的事情要发生，我们继续往下看吧。这集就看到这边，下次见，拜拜。